皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。3月の初めに雪が降ったせいか、河津桜はまだ満開ですが、少しずつ緑の葉が出てきています。それでも今週末はまだこの満開の桜が楽しめそうです。そして今日はこの寄せ植えにも使っているピーチプリレを増やしていく作業をしていこうと思います。隣の木製のロング鉢にもピーチプリレを寄せ植えしています。この寄せ植えにはピーチプリレを2株使用していました。淡い黄緑色のピーチプリレは寄せ植え映えする可愛い多肉です。このピーチプリレも紅葉します。ピーチプリレの紅葉は葉が少し黄色くなり、エッジがオレンジ色になって本当に可愛くなります。そして去年の9月にカットしたひまつりです。真っ赤に紅葉して今一番可愛くなっています。カットした花芽の部分もしっかり根付いて白い小さな花を咲かせていました。そうそう、今回増やそうと思っているこのピーチプリレですが、実は夏の暑さにも強いんです。去年の夏にこの寄せ植えの3分の1の多肉が蒸れてダメになってしまいましたが、その中でもピーチプリレはとても元気でした。そしてこのピーチプリレは去年の2月にカットしてこの鉢に植え付けたものになります。そして茎が伸びてきたので、その伸びた茎を9月にカットしてまたブーケのような寄せ植えに仕立てたのがこの寄せ植えになります。去年の9月にカットして寄せ植えしたとは思えないほどロゼットが大きく成長していますよね。このピーチプリレもカットや葉ざしで育てたものになります。ちなみに去年の2月にカットして寄せ植えしたピーチプリレです。その2ヶ月後にはすでに鉢いっぱいに成長していました。これは少し前にここで作業していてコロンと取れてしまったピーチプリレです。とりあえずこの鉢の株元に植え付けておきました。2鉢ともとても可愛く紅葉しています。今回はこちらの鉢のピーチプリレをカットすることにします。だいぶ株が詰まっていますね。窮屈そうなので大きめのロゼットを選びカットしました。こんな時はいつもどの子をカットするか迷ってしまいます。今回の寄せ植えは少しこんもり山にしてピーチプリレを植え付けようと思っているため、転がり落ちないように少し茎を長めにカットしています。4つほどカットしただけなのにだいぶすっきりしましたね。そしてなぜだかここにルビーネックレスが生えていました。このピーチプリレはお水が大好きな多肉です。水が足りないとこうして外葉がどんどん枯れ込んできてしまいます。ちなみにこのピーチプリレが
我が家の親株です。今あるピーチプリデはすべてこの株から増えたものになります。そしてメインになるピーチプリデはこの鉢の真ん中にある少し黄緑色のピーチプリデをカットして使うことにします。皆さんのピーチプリデはこんな風に燻製になっていますか？もし燻製にしたいなら今すぐ肥料をあげてください。そしてこの時期は水もたっぷりあげてください。そうするとすぐにこんな風に燻製に育ってくれます。ただ肥料をあげることでその年の紅葉はあまりしないのが残念なところなんですが、私のピーチプリデのおすすめの育て方は、株を大きく育てて群生になってから肥料を切って紅葉させるのをおすすめします。その方が断然ピーチプリデが増えてくれるんです。ついでにこの飛び出て気になっていたピーチプリデもカットして今回の寄せ植えに使うことにしました。なんでこんなに伸びてしまったのかちょっと不思議ですが、かなり邪魔だったんですよね。こうしてカットしたピーチプリデを見てもわかるように肥料が効いているピーチプリデは紅葉していないのがよくわかります。ついでなので枯れ葉を取ってきれいにしておこうかな。今回ピーチプリデの増やし方をご紹介していますが、ピーチプリデが欲しくても近所ではなかなか見かけないなんていう方もいらっしゃるとは思いますが、このリトルビーガーデンでは多肉の販売もしています。もし近所にこのピーチプリデがなければ、メールや SNS などでお気軽にお問い合わせください。以前はよくどこのホームセンターにも置いてあったこのピーチプリデですが、最近はあまり見かけなくなりました。ホームセンターに行ってこのピーチプリデを見つけるととても嬉しくなります。枯れ葉をきれいに取り終わったので、カットしたピーチプリデを鉢に植え付けていきます。そして今回植え付ける鉢は以前にもご紹介したことがあるアルカイックミニポット S サイズになります。そこに水持ちのいい土を山盛りにしてピーチプリデを植え付けていきます。まずは転がらないように外葉を数枚外して茎を出して、一番大きなこのロゼットのピーチプリデを真ん中に植え付けて、その周りに他のピーチプリデを植え付けていきます。ピーチプリデは根付くとすぐに大きく育つので、ピーチプリデを植え付ける間隔は後の成長のことを考えて少し広めに取っておきます。そしてピーチプリデが根付くまではなるべく鉢を動かさないようにするのがポイントです。これでピーチプリデのブーケ風の寄せ植えは完成になります。皆さんもピーチプリデを増やして寄せ植え楽しんでくださいね。はい、ということで今日はこのピーチプリデの増やし方のコツ、そしてブーケ風の寄せ植えを作っていきました。いかがだったでしょうか。
この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。